皆さんこんばんは。木曜日夜8時、機動戦士ガンダムの時間です。気にこだわり抜いているので、曜日も木曜日だろうということで、夜8時にプレミアム公開してます。結構ね、いつも見てくれる方には馴染んできたんかなと思いますが、初見さんの方はもしよければ木曜日の夜8時チェックしてみてください。僕の作った B パーツにドッキングするこのコアファイター、もう制作もいよいよ大詰めとなり、今回はですね、4連発対艦ミサイルランチャーですか。これを製作していきます。胴体に内装式のこのミサイルなんですけども、ウィキペディアでは4連射となっていたんですけども、アニメではね、こう4連発している描写は見られませんでした。テレビアニメの中でですね、このミサイルを撃っている場面をピックアップしてみました。この14話って書いてあるんですけど、13話ですね、再会母よの1場面とですね、15話のククルス・ドワンの島では2発で、23話のね、マチルダ救出作戦ではね、4発ぐらいね、撃ってるんですよね。そのうちの1つだけがですね、このハッチの開きがね、逆になってるっていうね、こう間違いを見つけました。あるあるなんでしょうかね。機種についているバルカン砲はですね、ダダダダッと、よく撃つ描写があるんですけどね、このミサイルはね、あんまりなかったですね。とりあえず片方4発の8つ、ミサイルを作っていきます。今回もいつも通り合板縛りでですね、合板の積層部分を見せないような作り方でミサイルを作っていきます。かなりサイズは小さいんでですね、前回作った、ランディングギアのような、8角にせずにですね、三角を4つ作ってそれをつなぎ合わせてですね、四角で、少し削っていけば積層部分を見せずに、綺麗な円が描けるんじゃないかなということで、ちょっとねホッとしてます。これめんどくさいんですよ、この作業。もう僕の中でですね、この作業はですね、おなじみの作業になってしまってですね、ちょっと楽しみが、面白さがちょっとなくなってきているんですけどね。ミサイルが8発分でしょ、4つの部材を1つにするんで、32パーツ、それを切るのにですね、両サイド三角に切っていくわけなんですけども、アッパー64カットですか。こう数字として見るとですね、一番やりたくない作業になっちゃうんですよね。作業もね、ほんと地味なんですよね。同じサイズ、同じ幅、同じ角度で、ひたすら切っていくだけっていうね。けど精度も求められるという、なかなかね、面白くないんですよね。この単調な作業もですね、やっぱりこう、はい、できましたで、ね、こう、飛ばしたくないんですよね。すいません。見てください。普通の無垢の木材で、削り出して作っていくんやったら、こういう作業は必要ないんですけどもね、合板でですね、一つの木材を削り出したかのように作る、作業はこういうことをすると、覚えておいて損はないんじゃないでしょうか。もしね、使うことはないでしょうけどもね、DIY される方はね、合板、よく使うと思うんでね、こういうのも参考になればならないね、多分。そんな感じです。これで8発分作り終えたんですけどもね、この先端部分を切り落としていきます。もう分かっていただけるかと思うんですけど、このままね、先端部分を尖らすように削っていくとですね、中の合板の積層が見えてしまうんですよね。やもんでね、これからまた積層を見せないようにね、こう三角チューズか
なんでしょう、先を尖らせていくように、先端だけ、別パーツで作っていきます。ミサイルの軸の部分はですね、もうこれでボンド塗ってですね、4つを1つにして、四角の柱にしていきます。後半のですね、1層目、綺麗な面はですね、2ミリぐらいなんですよ。それのギリギリをね、めがけて、削っていけば綺麗な丸に描けるはずです。切り口をね、こう見ていただけたら、綺麗な三角がね、4つ揃って、四角にできているのが分かりますよね。ミサイルの先端部分を作るために、切り落としたパーツですね。こいつを一つ一つね、定規でね、こう寸法当たっていくのはもうちょっとだるいんでね、こういうジグを作ってですね、寸法を出していきました。だいぶね、小さくて細いパーツなんでね、ちょっとね、大変なんですけどね、一つ一つがね、しっかりとした形になってないとですね、やっぱ4つ合わせて1つになるんで、しっかりとした精度でね、作っていく必要があるんですね。これも同様に32パーツですか。小さいのはね、いいとしてね、やっぱ数ですよね。同じものね、やっぱ大量に作るっていうのはね、やっぱ苦痛ですよね。ミサイルなんでね、間違いなくテーパーに、先細りにしていくわけなんですけども、先端の断面はこんな感じですかね。なんかわかりますかね。これをのみ1本で形にしていきます。まずはじめにですね、厚みもですね、先端向いて薄くなっていくのでね、この頂点を一旦削ってしまいます。ここでののみの入れ方というか、使い方というか、けど大前提にですね、のみはしっかりと切れないとダメですね。やっぱ刃物はよく切れてこそと言いますか、切れないとですね、余計な力を入れてしまってですね、怪我の元にもなりますしね、やっぱりしっかり刃物はね、切れてなんぼだと思います。かなり小さくて見にくいんですけどもね、わかりますかね。この山のね、点を削りました。これで厚みも先端向いてテーパーになりました。あとは両サイド、隅に沿って削っていきます。最初はですね、角度は無視してですね、隅までをいらない部分を払っていきます。それからですね、この今取った点と山の頂点を結ぶように面を取っていくというか、説明がね、難しいんですけどね。そしてのみのね、先端をですね、っすぐ直角に入れるんじゃなくて、少し斜めにね、滑らすようにして削っていきます。なぜなのかっていうね、うまいこと説明ができないんであれなんですけどね、一度やっていただけたら分かっていただけると思います。
もうあとは気の流れに沿ってですね、無駄な力を入れすぎずにっていう形でしょうか。あと根気ですね。こう見とるとね、すごい危なっかしく思えると思うんですけどね、良い子は真似しないでください。ね、どうしたらね、もっと安全に行けるんでしょうかね。いやー、本当にこれを32個も作りましたからね。本当にやっぱり一番大事なのは忍耐力かもしれないですね。これでやっと片面ができたんですよね。片面だけですよ。同様に逆サイドも削っていきます。逆らわずにですね、少しのみを斜めに滑らして走らせているのが分かっていただけますかね。この感覚を分かっていただけたら。これでやっと一つ出来上がりました。どうでしょうか。だいたい分かっていただけますかね。こいつをね4つ組み合わせれば合板の積層部分を見せない円錐になるんじゃないかなという塩梅です。やっとこれで1個ですからね。あと31個か。考えたらダメですね。このミサイルの先端だけでですね、1時間の騒ぎじゃないですね。数時間ひたすら削ってましたね。僕、気が長い方じゃないと思うんですけどね、どっちかといったら気が短い方やと思うんですけど、こういう作業はね、できちゃうんですよね。なぜなのかな。自分で見てなんですけど、やっぱ危なっかしいですよね、これ。ねえ、もっとね、いい安全なやり方があればいいんですけどね。ちょっと批判なあれが来そうですね。今のところ僕ずっと大きな怪我もなくですね、このガンダム製作にしてもないんでね、全然正解でしょう。一度ね、長文のコメントが来たことあるんですよね。この不特定多数の方が見ているこの動画で内でもっと安全にどうやこうやみたいな、正直ね、知らないっすよみたいなことなんですよ。その動画見てね、ここは危ないんじゃないかなっていう、そういうね、
なんかこうコメントしてきた時点でね、自分は分かってるからいいでしょみたいな感じでね伝えたら、返しのコメントはなかったわけなんですけども、こういう動画を見てね真似していただけるのはすごい光栄なことなんで、全然真似していただいたらいいんですけどもね。けど僕も20年以上やってきてやっとこのレベルなんでね、そこら辺はやっぱ分かっていただけたらなと思います。本当にね、映えない地味な作業の連続なんですよね、こういうのって。そもそもミサイルなんてね、いらんちゃいらないですからね、もうほぼほぼ見えることもないというか、なんでね、それ言っちゃあれなんですけども、好きでやり続けられてるっていうのもあるんですけどね、やっぱり最近はこう、いろんな方に見てもらってですね、本当にそれはやっぱり大きな力となってますね。いや、本当にね、ありがたいことです。本当に。こんな感じで32パーツ削っていきましたね。なんてことないミサイルの先端部分にこんなにもこう魂込めて作っているんかっていう、なんかね、そういうの感じ取っていただけたらもう最高ですね。ひとまとめにできました。こいつを削っていけばいい感じの円錐になるんじゃないでしょうか。8つ組み立てていきました。やっぱりね、綺麗に削れてあるんでね、しっかりとこう合わさった時はやっぱ気持ちいいですよね。一つのパーツを切っては削って、それを合わせてまた違うパーツにつけていくっていう、最終的なゴールはね、一つなんですけども、途中途中でチェックポイントというか小さいゴールに、到達するとやっぱ気持ちいいですよね、すごく。数時間ひたすら削った甲斐がありました。綺麗にね合わされました。ここでやっとミサイルの本体部分と先端部分をつけていきます。合板でね、こうやってこだわった作り方をしているんでね、ここまでのすごい時間かかったんですけども、無垢のね木ならもう一瞬でここまでは到達できるはずです。あとはひたすらカンナで削ってですね、丸みをつけていきます。ここでね削りすぎちゃうと積層の2層目が見えてしまうのでね、2層目到達するまでの1層目の2ミリ程度を、うまいこと削ってですね、もう円柱にしていきます。かなり小さいんでね、手に持つよりかはね、固定する台をなんかこしらえてですね、それに固定して削った方が、綺麗に削れると思うんですけどね、もうめんどくさいんでね、もう手で持ちながら削りました。本当はね、作業をするときにね、音楽流してね、やりたいんですけどね、YouTube 的にはちょっとね、著作権的にダメなんでね、
だったらヘッドホンすればいいじゃんって思うんですけども、僕はね、耳をね、塞ぎたくないんですよね。こう、作業から出る作業音ですか。これもね、すごい情報になるんですよね。リズムよく削れているとやっぱいい音になりますしね、やっぱり少しなんかおかしいなってなるとやっぱ音もね、おかしいんでね、やっぱ音からの情報も大切にしてます。もうこれ、あとちょっと最後、軽く仕上げたい。ちなみにここ、土平日の昼間にゲリラライブしていました。見逃したっていうコメント来てたんでね、もしよかったら通知ボタンがあると思うんですよ。それを押してもらうとね、多分通知来ると思うんでね、もしよかったら。僕もはっきり分かってないんであれなんですけど、本当に気分でゲリラ的にライブするんで、もしよかったらチェックしてみてください。本元に連絡してみたいなとは思ってます。もうね、断られるというか、もう返信なくて当たり前と思うんで。一工程ずつだんだんとミサイルに近づいてきました。次はですね、ミサイルに羽を生やしていきます。いつか作ったパーツの残りがあったもんで再利用しました。これね、合板の1層目を切り取ったものなんですけど、これをね、両面貼り合わせてね、厚みと強度を持たせてやりました。一つ一つ定規当たってね、金巻いて墨してっていうのがめんどくさいんでね、軽く最初に定規当てて切っていくみたいな、小技っていうほどでもないですけど、だんだんと細かくなっていきますね。やっぱもうね、指がね、太いんでね、もうちょっとね、この時ばかりは細い指が欲しいですね。僕もね、なんだかんだやっぱり大工の手というか指になってきてるんですよね。粗く切っただけなんでね、のみで整えてやります。丸みを帯びているところにね、そのままつけてしまうと点付けになってしまうのでね、少し平面を作って取り付けていきました。公式というかテレビ版のアニメ見るとですね、羽は4つなんですよ、多分。本当は4つつけたいところなんですけども、ちょっとあえて2つにしました。ある機能をね持たすためにあえて2つにしたんです。それは後ほど出てきます。この場面も実は夜ゲリラライブしてましたね。見てくださった方ありがとうございました。もうほぼほぼミサイルの完成って感じなんですけども、ちょっとね羽がねちょっとダサいというか、ちょっとここにもテーパーを加えてみました。これは見えないですね。これは完全自己満の世界だと思います。どうでしょうか。変化ないっすね、ほとんど。見えないですし。
そしてここで完成したミサイルにですね、切り込みを一つ一つ入れていきます。いやーまあね、悩みはなかったですね。まあね、ミサイルなんでね、やっぱり飛ばしたいじゃないですか。やっぱり。ただね、収納されてるだけじゃとね、やっぱり面白くないなと思って、ここでね、遊び心をフルにということでね、このミサイル飛ばしてやります。ということで前半戦はここで終了です。後半ですね、このミサイルの土台というか砲台というか、それをこのミサイルが飛ぶギミック付きのものを作っていきます。まずはミサイルの砲台の外装部分を作っていきます。12ミリじゃ厚みが邪魔するので切り取っていきます。この砲台の外装部分なんですけども、R になっているんですね。これを表現していきます。この外装の部分なんですけども、3分割にしました。でその3分割の一つ一つのパーツを同じ角度で削ってですね、それを合わせるとこの間に R になるという寸法ですね。砲台左右1つずつですね、2つ作りました。これをですね組んでいきます。ほのかな R を描けました。あとはですね、表面を削って綺麗な R に整えていきます。ここは4連ということでね、こうやって僕は図面描いたんですけども、実際のというかアニメを見比べてみますとですね、ミサイル発射口は1つですね。でこう見えると思うんですけど、羽が4つになってるのは見えますね。けど僕はちょっと2つにしました。ということで、ミサイルの発射口はアニメのように1つにします。ってことでミサイルね、8つもね作る必要がなかったのかなと思いながら、ここで初登場かな、トリマーテーブルを使ってですね、ミサイルの通る道を作っていきます。このトリマーテーブルね、シンプルですごくいいですよ。簡単にね、もうトリマーも取り付けられますしね、こうやって作業台とくっつけたらね、すごいね、便利ですね。取り外しも簡単なんでね。
これおすすめです。先ほどはロケットの穴を作ったんですけど、次はロケットの羽が通る道も作っていきます。トリマーと、トリマーテーブルで安定していい感じのロケット発射口ができました。こいつをですね、先ほど作った外装のパーツ R になった、そいつに組み込んでいくように細工していきます。一旦厚みが邪魔してたので厚みを削ぎ落としました。今は長方形な形なんですけども、この何と言いましょうか、この山形に加工していきます。45度以上の角度になっているので、もうカンナで少しずつ削っていきました。ここからですね、遊び心満載の可動ギミックを作っていきます。いろいろ考えました。押し込んだら飛び出す、押し込んだら飛び出す、何があるかなと。ボールペンだったりですね、黒ひげ危機一髪だったりですね。構造自体はどれもよう似たもんでですね、同じような形なんでしょうけどもね、これをね全部木でやるとなるとね、なかなか難しいもんでですね、僕のない頭をフル活動して頑張って考えました。もう皆さん想像できると思うんですけども、バネを使ってですね、バネを使って、トリガーみたいなものを引っ掛けてですね、それにミサイルを引っ掛けて押すと、そのトリガーが解除されてミサイルが発射するというね、言葉で言うとねあれなんですけどね、大体想像はつくかと思います。さすがにそのギミックをですね、合板ではちょっと厳しいなということで、無垢の木を使いました。これはケヤキですね。小さくしてもね、申し分ない強度で作れると思いました。今この製作してるのはトリガーの部分なんですけどね、これにですね、はっきり言って答えが合ってないような、もうそういう部品なんでね、なかなか形を考えるのが大変でした。
ギミックのところもそうなんですけども、なんせコンパクトにね作らなきゃいけないっていうところもね、大変な部分でした。これで一応形を描けたんでね、自分を信じてこれを形にしていきます。欅なんでね、硬いのは硬いんですけどね、やっぱり合板よりか扱いやすいですね、本当に。なんていう部品なんでしょう。なんていうか、シーソーの支点になるような部分のところですね。とりあえずパーツを作り終えたんで組んでいきます。このパーツの寸法や形の説明ってできないですね。なるべくしてなったみたいなところでしょうか。こいつの名称はですね、バネを固定しておく棒でしょうか。何なんですかね。土台に接着していきます。完全にボンド頼りなんでね、しっかりと塗って圧着して取り付けていきます。このタイトボンドと瞬間接着剤、どっちが強度があるんですかね。僕ハイブリッドで使っているんですけど、どっちが強いんでしょうか。動作確認、今のところいい感じですね。一つのパーツに組み上げていきます。上下組み合わせたらやっぱりそれらしくなってきたような気のせいのような。
先ほどの状態ですとね、合板の積層部分がね見えちゃうのでね、それを隠していくパーツを作っていきます。今はこれ声入れてる時にふと思ったんですけどね、このノコを持つ手をですね包丁に変えてもこれなんか僕うまいこといきそうな気もするんですけど、どうなんですかね。まあそんな甘いもんじゃないと思うんですけど、まあ僕今までずっと大工しかしてきてないんでね、でもまだもっとそれ以上にねできることがあるかなというね、まだやったことないんでね、僕もね可能性はゼロではないと思いながらもですね、やっぱりでも気を相手にしてる方が良かったりもするのかなと思いながらもっていう、なんでしょうこれ。まあこれが秘技合板の積層一層残しってやつですね。本当にガンダムを作り始めてから初めてやったことなんですけどね、まあ今まで結構やってきましたねこれ。この大工二十数年やってきたものの落とし込んだ集大成と言いますか、いやそれでもねまだガンダムを通してねやったことないことをやっとるというか、まあチャレンジというか、まだまだ成長しているというか伸びしろがあるっていうことでいいんでしょうかねこれ。まあ普通の大工要素ないですけどね。こいつがメインの発射バネですね。こいつを組み込んでいきます。これもねいろいろ悩みました。あんまりね強くてもね危ないですしね、弱くてもね飛ばないですしね、まあいい頃加減のものを、まあ、選んだつもりであります。今差し込んでいるのは本来の用途とはまた違うものなんですけど、まあ使えそうだなと思ってホームセンターで買いました。ロケット発射口のですね合板の積層を隠す板ですね。このねノコギリね、なんかキレがねおかしいんですよね。ギコギコできないんですよね。ちょうど入るものが家にあったもんでこれ使ったんですけど、鉄切りの刃なのかな、ちょっとねわかんないですけど使いました。でも鉄切りって押すときに切れますよね。これ木工用なのかな、ちょっとよくわかんないです。一部のみでさらえているので幅は3ミリ程度ですね。貼り合わせて形を整えたらほぼほぼ完成です。外部の方をねちょっと R にしてね、あともうちょっといらないところを削って調整していきます。
最後サンディングするもんで、仕上げのカンナ掛けじゃなくてですね、形を整える程度で、けどね、後がね、楽なんでね。ほぼほぼいい感じの曲線に仕上がったんですけど、最後にサンディングして仕上げていきます。これでようやく形になりました。どうでしょうか。形的にはね、アニメのそれっぽい感じになったと思います。発射のロケット口もね、そんな感じになりましたしね。あとはね、取り付けの時にね、うまいこと取り付ければ、OK ということですね。ディティール的には申し分ないんじゃないでしょうか。最後にトリガーの部分にね、このバネを取り付けて、最終本当にこれが完成ですね。このバネはね、トリガーのただの支えというか、トリガーが返ってこないようにするためだけなんでね、こうやって逆さにしてね、落ちてこなければもうこれで OK でしょう。これでこのロケット発射のギミックがね、働かないとですね、今までの苦労が一体何やったかということになるんでね、ちょっと恐る恐るなんですけども、本体に取り付ける前にね、試し打ちしましょう。セットは完璧のようですね。これでちゃんと発射されるかどうか。いやー、正直ドキドキでした。本当に飛ばなければね、今までの時間は一体何やったんかってなるんでね。いや、なんかいい感じに発射されました。バッチリじゃないですか。弱くもなく強くもなくね、このぐらいで上等でしょう。この時のね、時間はね、夜中の2時過ぎだったかな。変なテンションになってね、もうおじさん嬉しくてですね、何回もね、飛ばしてましたね。結構いい感じに、飛んだんでね、とりあえずよしでしょう。OK でしょう、これは。いやーもうほんと大満足です。この遊び心ね、再現できてよかったです。そしてね、取り付ける前にね、ちょっと問題が起きました。分かってはいたんですけどね、このね、やっぱり本体に取り付けるとですね、もう僕の指、もう入る隙間がないんですよね。ボタンを押す隙間がないというか。やもんでね、ここにね、もう一発こう、棒をかましてましてね、ちょっと外から押せるようにしなきゃね、ダメだなっていうことでね、今からちょっと改造していきます。これはランディングギア作った時のね、心棒のね、残りですね。ちょうどね、いい感じに残ってたんです、長さが。こいつを使いました。
やっぱりここは押す力がね加わっちゃうんで、ボンドでポン付けはちょっと良くないなということでですね、ステンのね丸棒を使ってですねこう接続していきます。そのためにね位置出しをしっかり出すのに、この両面テープでね仮止めしてから穴を開けていきました。このステンの丸棒とねボンドで強度はバッチリだと思います。ほとんど見えないんでね、押せるだけちょっと長さ残しつつ切りました。これが本当の本当で最後の完成形になりました。ちょっとよくわかんないですけどね、ようやりましたよ本当に。あと最後に取り付けて終わりにします。もし何かあった時にね、取り外し、一応できるようにと、ビスで取り付けました。とりあえずすんなり収まってほっとしました。結構ねギリギリ攻めた感がありますよねこれ。いい感じにできました。逆サイドも同じように取り付けていきます。開け閉めの時のね干渉もね気にはしてたんですけどね、それと同時にこのランディングギアもね逆サイドに眠っとるもんでね、それにもね干渉せずにしっかり収まったのでほっとしました。このミサイルハッチのね開き具合というか角度もテレビ版のガンダムと似たような角度でね止まったんでね、もうほっとしました。完璧じゃないでしょうか。当然ビスの頭は埋めていきます。もしね不具合が起きてもね実際でねほじくり返せばすぐ取れると思うんでね、これはこれで OK だと思います。
サンディングで整えたら今回の全工程終了です。いやーお疲れ様でした。最後にね全体を見ていただいて敵線を撃破していきます。最後にねコアファイターに装備したミサイルランチャーをねぶっ放してですね、敵戦闘機1機をね撃破して、終わりにしたいと思います。めちゃくちゃ殴り書きなんですけどね、ドップ1機発見しました。こいつを撃破してね終了します。ミスですね。当たらなければどうということはないですね。もう一発打ち込みます。ヒット撃破しました。よかった。オッケーオッケー。今回の制作動画いかがだったでしょうか。本当に、いらんちゃいらんものをねこんなにね一生懸命ねこだわって作ってですね、飛ばすというね本当に遊び心満載なものができてね、僕らしさが発揮できたかなと思います。いや残り本当キャノピーとコックピットだけになりました。最後までね追っかけてみていただけたらなと思います。このコアファイターがね完成してもね、次はA パーツと、ガンダムの完成までね、かなり時間がまだかかると思いますが、最後の最後までお付き合いいただけたらなと思います。今回も安定の長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねとよろしくお願いします。ではまたどこかの木曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。